なぜ正しいはずのビジネスに違和感があるのか。近江商人三方よしが教える本当の成功。導入。天秤棒一本から始まった奇跡。江戸時代、現在の滋賀県から天秤棒一本を肩に担ぎ全国へと飛び出した集団がいました。近江商人です。彼らは縁もゆかりもない異教の地でなぜ絶大な信頼を勝ち取り日本最大級の財閥へと成長できたのか。その裏には現代の世界的なグローバル企業さえも凌駕する究極のビジネス哲学がありました。いらっしゃいませ。何をお探しですか？このハムジを見せてください。はい、どうぞ。いいひなです。いいですね。私もください。この仕事は本当に誰のためになっているのか。利益は出ている、効率も上がっている。それでもどこか違和感が残る。実はこのような問いに今から300年以上も前の商人たちが導き出したシンプルな答えがあります。それが三方よし。売り手よし、買い手よし、そして世間よし。全てが満たされてこそ本当に良い商いだという考え方です。今回は利益を独占せず関わる全ての人を幸せにするその驚きの知恵を紐解いていきましょう。第1章。売り手よし、自分に嘘をつかない商売。この西陣売りの品質は抜群だ。三方よしの第一は売り手よし。これは単に儲かればいいという意味ではありません。近江商人は自分が納得できない粗悪な品はたとえ儲かるとしても絶対に扱いませんでした。この荷を運ぶのは大変だが、木箱の景色を見ると心が晴れる。前向きに進もう。例えばある近江商人は布を売る際あえてこう言いました。この布は安いですが長持ちはしません。もし長く使うならこちらをおすすめします。一見すると利益を減らす行為です。しかしその正直さが後の大きな信頼につながっていきました。これでよろしいでしょうか？正直な商売を心がけております。ありがとうございます。自分が誇りを持てる商いをしているが、まず売り手である自分がその仕事に満足し正当な対価を得ること。天秤棒の重さは自分の覚悟の重さ。自分を律し誠実であることが全ての商売の出発点なのです。第2章。買い手よし、信頼こそが最大の資産。この肘は手張りがとても優しくて長持ちしますよ。ほう、素晴らしいね。ありがとうございます。子供さんも気に入ってくれそうですね。第2は買い手よし。一度売ればおしまいという考え方は近江商人にはありません。彼らが何より大切にしたのは売った後のお客様の満足でした。おかえりなさただいま。長い間ご無沙汰して申し訳ありません。い。いえ、会いたかったです。ありがとうございます。ある商人は売った後も定期的に客を訪ねました。その後使い心地はいかがですか？不具合があれば無償で交換する。そうした積み重ねがまたあの人から買いたいという気持ちを生んでいきました。見て、例の商人が来たわ。本当ね、あの人は評判がいいのよ。商品が新鮮で安いって。じゃあ話しかけてみよう。良い品を届けお客様の暮らしを豊かにする。穴から買ってよかったという感謝の言葉こそが彼らにとっての真の利益でした。目先の小銭ではなく一生続く信頼を稼ぐこの圧倒的な顧客第一主義が彼らを全国区のブランドへと押し上げたのです。第3章。世間よし、富は社会からの預かり物。この
そして近江商人を神の商人たらしめる最大の特徴が第3の世間よしです。彼らは商売で得た莫大な利益を惜しみなく地域社会に還元しました。橋を架け、道を作り、学校を建てる。皆さんよく学んでいますね。未来を切り開く力になります。はい先生、この字の形きれいですね。実際に近江商人たちは橋の修繕費を出したり、災害時には米を配った記録も残っています。利益を独占するのではなく社会に戻していく、その行動がさらに信頼を呼び込んでいきました。商売の道は木の成長のように辛抱強さが必要だ。はい師匠。正直さと観察間を磨け。商売をさせてもらっている土地を豊かにしなければ商売そのものが続かない。自分たちだけが豊かになるのではなく社会全体を良くしていく、このサステナブル、持続可能な考え方こそが彼らの商売を100年、200年と持続させた秘訣でした。結び、現代に問いかける三方よし。この八方よしの書きに商人の精神が行き着いている現代のビジネスにも通じる理念だ。現代では効率や利益が優先される場面も増えています。例えば再生可能エネルギーの開発。太陽光発電や風力発電は環境に優しいとされる一方で、山の森林を切り開いたり海岸線を風車で埋め尽くしたりする。景観や生態系への影響が議論されることもあります。もちろんそれ自体が悪いわけではありません。しかしその選択は売り手よしだけになっていないか。電力を使う私たちにとって本当に買い手よしになっているのか。そしてその土地に暮らす人や自然にとって世間よしと言えるのか。近江商人たちは全ての人にとって良いかどうかを考え続けました。今の私たちもまた同じ問いを持つことができるはずです。便利さの裏側にあるもの、ほんの少しだけ想像してみる、その積み重ねがこれからの社会を変えていくのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。